こんにちは、シンディです。怒涛の展開を見せている呪術廻戦。来週の最新話が楽しみで仕方がありません。今回は第2ラウンドに突入した最強決戦の次回展開をアニメレタも交えながら考えてみたいと思います。このチャンネルでは最新話までのネタバレを大いに含みますので、アニメ単行本派の方はブラウザバックか静かに動画を閉じることをお勧めします。では早速行ってみましょう。230話おさらい。五条の無料空所に適用し、領域を破壊したマコラ。驚愕の適用方法が明らかになりました。伏黒の魂に5回もの無料空所を受けさせ、マコラ適用の肩代わりもさせていました。これには本当にびっくりしました。スクナの狡猾さを思い知らされましたね。五条がもう一度領域展開を試みるが鼻血を出して失敗。術式の回復は術式が刻まれている脳の部位を呪力で一度破壊し、反転術式で即座に回復させるというものでした。五条はまさに自殺行為同然の無茶をしていたのです。マコラの適用は無料空所のみだったので、今度は無加減呪術に適用させるため、スクナ自らが法人を権限させ、マコラへの適用の肩代わりをすることに。スクナが領域を展開させた直後、領域が飛散し崩壊。目と鼻から血を流すスクナ。10秒にも満たない無料空所でしたが、スクナの脳にも領域を展開できないほどのダメージを与えていました。スクナがかっこ悪いところを晒す一方、五条悟が、かっこつけさせてもらうよ、と一巻第2話の名言を再び。そして意味深な絶対的な強者、それゆえの孤独。あなたに愛を教えるのは、というセリフで締めくくり、最強決戦はラウンド2という煽りとともに次回へ。ラウンド1からラウンド2へ。結局、マコラは五条悟の無料空所のみに適用していました。伏黒が5回も無料空所を食らったという説明と、2度のガコンの描写から、複雑な術式や強力な術式には何度かの適用工程が存在するという可能性が出てきました。そして、スクナは五条の無限にも適用しようとしているので、無加減呪術にも適用可能ということになります。お互いに脳にダメージを負い、領域展開ができないため、今後しばらくは肉弾戦と術式攻撃での近接戦闘になると思われます。煽りでもラウンド2へと書かれているので、今までの戦闘とは違う戦闘スタイルになると予想されます。ラウンド1は領域勝負。ラウンド2は肉弾戦と術式勝負となるのでしょう。ただ、ラウンド2と書かれているため、まだまだ戦闘は続くと予想されます。終わりが近ければ最終ラウンドと書かれるはずですからね。次回の展開予想の前に少し気になることを一つ。230話の最後で五条先生はスクナの顔面に一撃を入れているのですが、これやばくないですか？今、スクナは法人を権限させ、マコラ適用の肩代わり中ですよね。おそらく無加減呪術のパンチを食らわせていると思うのですが、これ適用されてしまわないですかね。無料空所の時のように、5度の伏黒くん犠牲からの最低2度のガコン適用だったので、無加減呪術も何度か適用に猶予がある可能性はありますが、いきなり無作為に殴るって、坊城先生どういうお考えなのでしょうか。アニメ連動からの次回予想。考察界隈ではしばしばアニメと連動しているのではないかと囁かれています。
アニメ29話は、夏油が闇落ちし、五条と夏油の過去編が終了しました。そこでは五条が最強になったことが描かれています。最強ゆえの孤独。ちょうど230話での最後に圧倒的な強者、それゆえの孤独という言葉で締めくくられていましたので、スクナの最強ゆえの孤独が次回描かれるかもしれません。もしくはアニメとがっつり連動するのであれば、五条悟最強を前面に押し出してくるかもしれません。一つ気になったことは、この単行本9巻での五条のセリフ、赤と青、それぞれの複数同時発動もぼちぼちというセリフ。赤と青の同時発動で挙式紫ですが、複数発動とはどういうことでしょうか。もしかすると今後、この複数同時発動の新技新術式もあり得るのかもしれません。もし詳しい方がいらっしゃればコメント欄で教えてください。現状、スクナは領域以外の術式では、天元以外で五条に有効打を与えることはできません。それゆえのマコラの無加減呪術への適用と考えられます。適用以外での可能性としては、よろずがスクナに託した何か、ボックスとフーガになるでしょう。ラウンド2と目打たれているため、少なくとももう1ラウンド以上あることを想定すると、あまり手札を披露しない可能性があります。その一方で、五条悟は無加減呪術で攻撃を何度かしていると思うのですが、反転術式を使いこなしているスクナにはどうしても決定打とはいかない雰囲気があります。開幕の 200% の挙式紫もスクナに構えられてしまえば一瞬で倒せるほどではないでしょう。均衡を崩すのは五条もスクナも新技、新術式と思われるので、お披露目を楽しみにしましょう。いかがでしたでしょうか。231話は楽しみですね。きっと僕たちの想像の斜め上を描いてくれるはずです。もしよろしければ皆さんからもコメントいただけたら嬉しいです。高評価、チャンネル登録もお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。シンディでした。